はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。少し動画更新が遅れてしまってすいません。今回は2月10日新月から2月24日満月までの流れをちょっと星の解説を補足しつつタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。あと星のことが好きとかタロットのことが好きっていう方は私の方でアストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、概要欄からよかったら詳細ご覧ください。もうね、合わせると300本以上の動画がありまして、たっぷりと星の話やカードの練習とかもね一緒にできたりしますので、よかったら皆様のご参加もお待ちしております。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド9、ワンドキング、運命の輪、カップナイト逆、太陽、女教皇、そして忍者の逆です。はい、気をつけることや対策はカップ3とカップ9とオラクルははい、ワンドのナイトの逆ですね。楽しそうですね、この2週間、とっても。まずちょっと混ぜてる時に感じたことなんですけれど、星の動きではこの2週間っていうのはとってもね、大志座の皆さんは社会運が強いんですね。で、社会運っていうのはお仕事されてる方であればその環境の中で自分の力を出していく、自分の意見を言っていくとかもそうだし、自分が上の立場になるとか、上の上司とかそういうね、親とかそういう人にもなんか言っていけるみたいな、そういう強い運があるんです。言い方を変えると自分で自分の社会を作っていく力がある時っていうことなんですね。でこれが別に年齢関係なく結構若い感覚をお持ちの方であればあるほどそれを楽しめるだろうなっていうふうに思いました。でとてもね今年前半勢いがあるんですけど、この2週間やっぱり社会運がいい、星で見ても社会運がいいのでカードで見てもすごく楽しそうっていう時になっています。ちょっと解説しますと、これだけ楽しそうで、傍から見るととても楽しそうに見えるとか、楽しそうだし仕事運もあるんだけど、自分ではなぜかまだまだだっていうふうに思っているのかなと思ったんですね。これはまだ自分にはその準備ができていないと思い込んでいるみたいな、もしくは何かが自分には欠けているとか、まだ準備できてないみたいに、まだ足りてないんだっていう感覚で見てるかもしれませんが、是非皆さん今が最高と思って過ごしてみてください。今本当にいい時ですよ。あの今起きてる出来事や今自分が言おうとしてることとかやろうとしてることとか状況全てがもう完璧だと思ってみてください。これがベストなんだと。そうした時に自分が足りないっていう感覚ではなく、すでにもしかして私ってめちゃくちゃやってたんじゃないかなとか、うまくやってるんじゃないかな私この状況をっていうふうに思えると思うんですね。で実際カードもいや頑張ってますよ、できてますよって言われてます。ワンドのキングっていうのは素晴らしい才能持ち主でお仕事もだし、事態をうまく切り開いて統率しているみたいなね、リーダーシップを発揮してるっていうカードでもあるので、なんかせっかくカードはできてるよって言われてるのに自分ではまだまだだって言ってるみたいな感じがあるので、そこちょっと自分で見てみてください。もしかしたらうまくやってるかもって思ってみてくださいね。そしてやっぱりね、運勢が今すごく応援してくれてますね。で、運勢が応援してくれてるっていうと、この状況でって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今この状況、今起きてることがすでに応援されてると思ってみてください。こんななんか大変な状況なんですけどっていう方もですね、その状況の中でこそ経験できることは何だろうとか、この状況の中でこそなんか開かれる未来って何だろうみたいに思ってみてほしいんですね。とっても今ね、いい風吹いてきてるなっていう感じがします。はい、それをもう200%生かすっていうよりはどこか遠慮してるんですよね。どこかで引いてる。なんかあんまり出る杭打たれるみたいな感覚があるのか、あんまりこうグイグイ行かない方がいいよねとか、あんまりこう人の上に立たない方がいいよねみたいな感じがあるかもしれませんが、誰かへの
申し出とか誰かからの声かけとかっていうのは本当にふんだんに生かしてほしいなと思います。いや自分なんかが言ったらちょっととかっていうふうに遠慮せずにね、今このタイミングだからこそ起きてること、このタイミングだからこそ関わってる人たちっていう感覚で見た時に、すでにもう十分力発揮してますよ、そのままでいいんですよみたいな感じがしました。でその後また太陽なんですよ。もう太陽がここに出てきたら本当にこの2週間楽しいだろうなって感じです。でもし悩みがあったとしても、悩みなんて全然関係なかったって感じで急に晴れます。悩みが悩みじゃなくなるみたいな感じがありますので、とても晴れやかな気持ちで過ごせると思います。こんな晴れやかな気持ちで過ごせる時に自分を卑下しないでくださいね。これがベストだと思ってみてください。そしてその後ですね、すごく聡明に、じゃあ何をしていけばいいんだとか、じゃあ次はこうすればいいんだろうみたいな対策をね、考えたくなるかもしれません。で実際これは何かを勉強したりビジネスのことを企画したりするのはとてもいいです。とてもいいです。なのでそう思ったなら遠慮なくやってほしいっていう感じがします。でもね、どこかねちょっとブレーキかけてるんですよね。最終的にもいいんじゃっていうことですごく今もう計画も立てた、うまくいってる、だからやるかって言った時にちょっと待ってもう一回考えてみようとかちょっと待ってもう一度見直してみようみたいな感じでこう抑えるっていうのかな、そういうのが出てます。どこまでも考えたくなるっていうか、どこまでもリスクヘッジしたくなるみたいな感じがありますが、どうかな。特にですね2月の13日以降14日あたりっていうのはものすごく力が強いです。仕事を切り開いていく力強いんですね。ですので2月の中旬ぐらいにはもう考えるよりやっちゃおうとか、とにかくやりながら考えようみたいなぐらい行動を起こした方がいいと思います。そして対策としてもですね、もう十分に喜んでくださいっていうふうに言われています。一つはカップの3っていうのはみんなで楽しもうみたいなカードで、実際にやったねとか目標達成したねとかっていうことで仲間と一緒に楽しんでるっていうカードがあるので、おそらくこの2週間人と関わる機会もあって一緒に楽しめるんじゃないかなと思うんですね。一緒に何かをお祝いしてる感じで、もう一つはもう本当にラッキーな感じでウィッシュカードが出ています。ウィッシュカードっていうのは想定以上の喜びっていう感じがあり、現実が自分が思ってた通りじゃなかったとしても十分楽しいですか、十分嬉しいですっていうカードが出ているので、やっぱり喜んでほしいなって思います。そしてオラクルがねワンドのナイトの逆ということでちょっとブレーキかけてるので、ちょっとこれ見てみますね。実際じゃあちょっと止まった方がいいのか進んだ方がいいのかどうなんでしょうね。ちょっと見てみます。ちょっとね忍者から見てみますね。ちょっと待ってくださいね。出たまた出ました。カップ9またですよ。もうどんだけ嬉しいんですかっていうぐらい、もうやったーっていう感じの感覚があります。なるほど。だからこそもうそんなにグイグイいかなくても今この感覚を十分に味わいたいんですね、きっと皆さんは。なんか進むっていうよりももうそれを感じきりたいんだなって感じ。もう飛んでますもんね、この2つとも。このカードやったーみたいな、のけぞって喜んでますもんね。なんかそんなにのけぞって喜ぶぐらい嬉しいことがあったら教えてください、コメントでぜひやるぞーみたいな。十分にその喜びを自分が体感してから行きたいんだなって感じがしました。そうね。そしてオラクルのねちょっと補佐もワンドの6にワンドのナイト、ワンドエースということでワンドワンドワンドっていうことで、やっぱり行くんだなっていうか、なんかこっから動かしていくんだなって感じはもうすごいするんですけど、十分なんていうか勢いでダダダダダッといくんじゃなくて、なんかまずこの2週間やったーみたいな、もうやったーよかったーとかっていう、だからそういう喜びを満喫しながら、でそれをみんなに言いながらシェアする喜びをシェアしながら、聞いて聞いてとか、いやこうなのうまくいったのよとか言いながら、そしてみんなで行きたいっていうかな、みんなで次に進んでいきたいんだっていう感じがあります。いいですね、いいですいいです。2月の
19日以降っていうのはまたそうやってみんなでとかグループで仲間と一緒にっていうエネルギーも高まってきますので、そこでみんなと一緒に行きたいんだなって感じがします。とにかくなんかすごい喜びが溢れてるっていう感じがしましたね。これお仕事で言うならば本当に棚ぼた的に思ってもみなかったありがたいオファーが来るとか、仕事なんかすごいいい話が来そうな感じがします。なんか上司からものすごい評価が高かったとか、すごく大きな契約を取れたとか、すごくいい嬉しい感じですね。で、人間関係もとてもいいです。なんか本当に自分が心配してたことなんか吹っ飛ぶわっていうぐらいの感じなので、ぜひそれを実際のその出来事が起こってからわーっていうのよりも、もう今この瞬間からもう私ってすごいみたいな、完璧だっていう感覚でいてください。そんな恐れ多いとかじゃなくね、もうふんだんに 100% 受け取ってください。それが今回のメッセージだと思いました。こんなにいいことばっかり言うとね、なんか気をつけることを教えてくださいっていうふうに言われるんですけど、ちょっと気をつけることを見てみましょうか。一応。うーん。また出ましたよ。太陽。そして節制ということで、気をつける言葉としてこういうのが出てくるということは、今あえてネガティブなことに焦点を合わさなくていいってことなんですね。今来てるこの流れを十分に満喫して、自分の喜びのなんていうかな、器を広げてください。この機会に。はい、ということで今回はこんな感じです。ぜひね、この喜びをもうふんだんに感じて、いろんな人にその喜びを伝えて、楽しい2月をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。